第1章マール星系惑星エーテリアイーサリアン種族。イーサリアンはアンドロメダ銀河のマール星系、通称メゴペイ出身のヒューマノイド型種族です。彼らは背が高く細身であり、青白い肌、細長い頭蓋骨、つり上がった目、大きな腰が特徴です。科学者の中には、銀河間連合の一部であるシーダースグループのメンバーもいます。この文明は歴史を通じて定期的にテラを訪れ、人類の進化を慎重に観察してきました。イーサリアンは銀河間連合の一員ですが、1940年代に地球政府にその存在を公式に明らかにしました。この出来事はアンドロメダ評議会のゼネイトが銀河連合の軍事部隊をこの星系に派遣した際に起こりました。彼らはトール・ホワイトという呼称で分類され、これには善意ある種族と害意ある種族の両方を含む様々な種族が含まれます。イーサリアンは米国海軍の秘密宇宙計画や他の政府内に存在する善意ある組織の秘密部門の開発にも関与してきました。宇宙航行を行う文明としてイーサリアンは他の多くの文明と商業的な交流があり、個人レベルではあらゆる関係に馴染むことができます。最近までイーサリアンはセレスやルナに拠点を持つナハト・バッフェンや現在は解散した太陽系の惑星間企業連合 ICC 等のグループと商取引を行っていました。しかしイーサリアンはオリオンのネブハイブやシカール帝国との商業的な交流には一切関与していません。興味深いことにイーサリアンはベラ座に属し、一般に銀河商人として知られるキリートクルトのルーツとなる種族です。イーサリアンはグレーと人間の両方の生物学に関連する種族ですが、ハイブではなく、それぞれが個別の意識を持っています。彼らは主要惑星であるイーサリアに中央政府を持ち、終身選出され、世襲制ではない30人の長老の集会で構成されています。彼らの法典は特権に基づくシステムを回避するために、子孫が評議会に立候補することを禁止しています。シェイプシフト、変身は彼らの自然な能力の一部ですが、DNA の周波数による制約により、遺伝的に禁煙な種族であるグレイと人間に限定されています。イーサリアンの科学者エリートグループはシーダース計画に参加し、それ以来共に活動を続けています。彼らはテラでの大規模な遺伝子実験にも関与してきました。第2章オシュリ30星系王種族。これらの驚くべき存在はプラズマ上で非物質化された12次元意識です。そのプラズミック構造は光の幾何学的パターンとして結晶化されています。王と呼ばれる存在は
集合意識体であり、地球人類がまだ経験したことのないテレパシーを超えた方法でコミュニケーションを図ります。彼らはメゴペー銀河にあるオシュリという三重星系を起源としていますが、特定の惑星に住んでいるわけではありません。王は宇宙空間に生息し、3つの恒星から放射される星間放射エネルギーと、エーテルに含まれるフリルと呼ばれるエネルギーを糧としています。王は銀河間連合のメンバーです。彼らはシーダースと呼ばれるグループの一員として科学研究に参加しています。このグループは24の異なる銀河間文明から集まった科学者たちで構成されています。第3章77の星系マイトラ種族とエクス・ティクート。マイトラはアンドロメダ銀河にある2つの母星を起源とし、これらの星を彼らはメゴペーと呼んでいます。彼らの帝国は77の惑星に広がっており、しばしメゴペーの疫病と呼ばれています。多くの文化では彼らを寄生虫とみなしていますが、シカールやネブのように相互利益を目的とした同盟を結んでいる種族も存在しています。平均身長は人間と同じくらいであるこの種族は、長い顔立ちに細長い頭蓋骨、そして細く長い首を持つ両性具有の存在です。彼らは非常に冷酷で意地悪な表情をしています。彼らの寿命は通常地球時間で120年です。彼らの行動原理は怒り、憎悪、そして同化です。彼らの宇宙船は大型で暗い円盤形をしており、周囲に円形のライト列と底部には大きな開口口があります。彼らの紋章は赤い背景に黒い逆三角形が3本の線で横にクロスするデザインです。マイトラは長い間テラを訪れ、幾度となく地球の植民地化を試みてきました。しかしシカール、アヌンナキ、5種族評議会、銀河連合によって常に阻止されてきました。それにもかかわらず彼らはこの銀河系だけで26の惑星の植民地化に成功しています。一方でマイトラは彼らの利益のために公然と人間の誘拐を行い、例えば月や火星の鉱山での奴隷労働、あるいはレプテリアン種族との奴隷取引等に利用し、それらを地球ディープステートとの連携で行ってきました。人類の歴史を通じてマイトラは数々の悲劇に関与してきました。彼らはシカールと共に人類の人口が80億人を超えないように制限する目的で、人類に最悪の疫病のいくつかをもたらしてきました。マイトラは6種族同盟のメンバーでしたが、2021年10月に銀河連合がネブハイブの暗号を解読した際に解散しました。
6種族同盟はもともとオリオン戦争中にオリオンネブのトール・グレイによって共通の利益を目的として結成されたものでした。この同盟のメンバーにはネブ、シカール、キリート・クルト、マイトラ、ソリプシライ、およびゾグゼータ・レクチルが含まれていました。エクスティクート種族。エクスティクートはマイトラによって奴隷労働力として作り出された人工的な種族です。彼らは小型のグレイに似ていますが、有機体ではないため無期限に生きることができます。その外見は設計されたタスクによって異なります。ただし、彼らを作るのに必要な主な素材が非常に希少であるため、存在するユニットはごくわずか300未満しかありません。これらの無機的な使用人は論理的思考を備えており、船の操縦および様々なプログラムされたタスクを遂行する能力を持っています。彼らはマイトラが行う誘拐活動の主要な労働力です。例えば、被害者の服を脱がせ、マークをつけ、追跡装置、超次元トラッカーなどを埋め込んだりする役割を担っています。さて、いかがでしたか？今回は第1章から第3章にわたってアンドロメダ銀河の3種族プラス1についてお伝えしてまいりました。シェイプシフトができるイーサリアンはグレイと人間の両方の生物学的なつながりを持っている種族です。また、王は非常に高い密度にある12次元のプラズマ集合意識体でした。この両者とも銀河間連合シーダースと積極的に関わり、宇宙全体のバランスを維持するために活動しています。さらに、ここで注目したいのは、非常に邪悪な種族であるマイトラが、ここアンドロメダ銀河の2つの星を起源とすることです。先にも述べた通り、彼らのモチベーションは怒り、憎悪、そして同化にあります。彼らは2021年10月以降、物理的にこの太陽系からは追放されたものの、次元を超えてテレパシー干渉を通じて個人への影響を与えることはできます。それは私たちが何らかの理由で低周波共鳴状態に陥ると、マイトラはこの希弱性を利用し、その隙を狙って波長を同期させ、超次元的な操作をされてしまいます。現在、アメリカのトランプ新政権により、長年にわたり政府などの機関によって捜査・隠蔽されてきた様々な不正、腐敗が明るみになっています。この歴史的な瞬間は、まるで催眠術にかけられていた私たちの目覚めの呼びかけとして機能しているようにさえ感じられますが、この一連の出来事に誘発され、私たちの中の被害者意識、怒り、憎悪などを助長されることのないよう、常に俯瞰した心と意識の状態にあることは、マイトラをはじめとした闇の存在による干渉から自分の身を守るために大切な要素と言えます。これらのシステムで今世悪役を担ってきた人々でさえ、壮大な計画の中で役割を果たしたということを認識することが重要です。
彼らが速やかに叱るべき処罰を受け、それぞれに適切な場所へと導かれるよう見守りましょう。内に湧き出るあらゆる負のエネルギーは、真実と変革に人生を捧げる勇気ある人々を応援するエネルギーに変換していきましょう。最後に、くれぐれも皆さんが覚醒した意識の持ち主であるということを忘れないでいてください。今回も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。では次回をお楽しみに。